鎌倉の中心を通る若宮大路。この道は北条政子の安産祈願として源頼朝が整備したものです。そうして生まれたのが鎌倉幕府2代目将軍源頼家。彼がどんな一生を送ったのかを見ていきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は源頼家についてお話しします。ここら辺の話は複雑なので、まずは大きな流れを説明します。源頼朝が死んだことにより、比企氏を後ろ盾とした源頼家が2代目将軍となります。しかし、頼家に不満を持った御家人たちによって政治の実権を取り上げられてしまい、北条氏は実朝を将軍にしようとするんです。北条氏は比企氏を滅亡させて頼家を追放し、実朝を将軍とすることで地位を確立していったと考えられているんですが、その他の有力御家人も排斥していきます。ここら辺の流れは平安時代にすごく似てますね。天皇の代替わりによって政権争いが勃発、藤原氏が実権を握り他氏排斥を行っていくっていうイメージをそのまま鎌倉時代っぽく変換すると理解しやすいと思います。それでは詳しい出来事を見ていきましょう。頼朝の死によって源頼家が将軍となります。源頼家は父の頼朝とは違いがありました。頼朝は罪人として伊豆に島流しとされたように苦労してきた経験があるんですが、頼家は生まれた時から鎌倉殿の後継者として期待される順風満帆な幼少期を送っていました。そんな頼家は頼朝が死んだ頃18歳。18歳で頼家は2代目将軍に就任するんです。この頼家の将軍就任によって御家人たちは頼家の政治に不満を持ち、有力御家人13人が連名で政治の実権を奪い取るということになるんですが、流れを理解するために家系図をもとに北条氏と比企氏についてお話しします。源頼朝と北条政子との間に生まれたのが今お話ししている頼家です。北条氏というのはこの北条政子の家系ですね。政子の父が北条時政で弟が義時です。つまり北条氏は頼家から見て母方の実家となります。次に父方を見ていきましょう。まず頼朝の乳母は比企尼という人物で、島流しとなった後も頼朝を支援し続けていました。そして比企尼の養子が比企能員。この義和の子供が若狭局といい、若狭局は頼家と結婚し、一万という子供を産んでいます。また、頼家の乳母をしていたのも比企尼の娘たちなんで、頼家は母方では北条氏、父方では比企氏とのつながりがありました。ここで思い出してほしいことがあるんですが、平安時代に天皇の外戚が力を持ったのは、生まれた天皇が幼い頃に母方の実家で育てられたからですよね。つまり、外戚だから力を持てたではなく、幼少期から育てたから力を持てたんです。この法則を念頭に置いて頼家の家系図を見ると、頼家を幼少期から育てたのは頼家の乳母がいる比企氏です。こうなると頼家が将軍の間は比企氏が力を持つことになります。さて、頼家は有力御家人の勢力を弱めようとして領地を取り上げようとしたり、領地に関する裁判を雑な判決で終わらせたりします。生まれながらの鎌倉殿だから御家人の気持ちを理解することが難しかったんでしょう。こうなると御家人からは不満の声が上がってきますよね。なので頼家に政治を任せてはおけないと思った有力御家人たち13人が手を組んで、これ以降は我ら13人の合議制で政治を行っていくと宣言します。こうして政治の実権は頼家から御家人に移っていくんです。もちろん頼家もただ実権を奪われたわけではありません。それならばと比企氏型の人々の話しか聞かないとして、直接会える人物を比企氏型の人物に限定して対抗するんでした。以前、鎌倉幕府はピラミッド型だと話しましたが、この頃には御家人の上に将軍がいるという構造が変わりつつあります。御家人が手を組んだことによって、御家人の上に有力御家人13人による13人の合議制があり、その上に将軍がいるという形に変わってきています。こうなると、頼家に不満を持った御家人たちからすると、頼家とその後ろ盾の比企氏は邪魔者です。ここで登場するのが北条氏です。北条氏は頼家を将軍から引きずり下ろし、実朝を将軍につけることで実権を握ろうと考えたんでしょう。理由は簡単です。実朝の乳母は阿波局という北条氏。実朝を幼少期から育ててきたのは北条氏だったからです。阿波局は北条時政の娘で、北条政子の妹ですので、実朝は北条氏とのつながりが強く、頼家は比企氏とのつながりが強かったんです。こうして頼家派の比企氏と実朝派の北条氏で将軍擁立争いに発展していきます。
こうして北条氏は比企氏を含む有力御家人の排斥を行っていき、権力を確固たるものにしていったと考えられています。まず最初に排斥されたのは梶原景時です。ちなみに北条氏による他者排斥のエピソードは資料として信頼性が低めの吾妻鏡からお話ししますんで、全てが事実というわけではないと思います。そこら辺を理解した上で聞いてください。頼朝が将軍をしていた頃から仕えていた御家人の中に結城朝光という武士がいました。彼はある時阿波局に話しかけられます。梶原景時があなたの悪口を頼家に言っていましたよと言うんです。これに驚いた朝光は仲のいい武士を集めて反景時のチームを作り、頼家に景時を外せと直訴しようとします。この景時反対運動がどんどん大きくなって、三浦義澄や和田義盛などの有力御家人まで巻き込み、無視できないほどの規模となります。そして大江広元を通して頼家に反景時を伝えようとするんです。しかし何日経っても返事が来ません。和田義盛がしびれを切らして大江広元に返事はどうなったと聞きに行くんですが、大江広元は実はまだ渡していないと言うんです。これを聞いて和田義盛は激怒。梶原景時が怖くて御家人一同の意見を無視するのかと詰め寄り、大江広元も諦めて頼家に手紙を渡します。この手紙を見せてもらった梶原景時は何の弁解もせずに潔く身を引き鎌倉を去ります。その後景時は京都へと移動することがあったんですが、その移動中に一族もろとも暗殺されるんでした。この梶原景時の変ですが、北条氏型の人間である阿波局が変のきっかけを作っていることからも、おそらく北条氏が裏で御家人たちを扇動していたと考えられています。こうして梶原景時が排斥され時間が過ぎていくんですが、北条氏の他氏排斥運動は止まりません。ある時頼家は病気にかかり死ぬ寸前となってしまいます。こうなると後継者はどうするのかという話になりますよね。次の将軍は頼家の息子の一幡だと発表されました。しかしこの発表には問題点があったんです。一幡が将軍になり東国の総持統に就任し、西国の総持統には頼家の弟の千幡、後の実朝が就任するとされていたんです。これに比企氏は反発します。普通なら将軍である一幡が東国と西国両方の総持統となるべきなのに、なぜか実朝に西国を取られていたからです。これを北条氏の仕業だと思った比企能員は頼家の元へと向かい、北条氏を倒すための計画を練るんですが、この計画が北条政子に漏れてしまいます。北条政子は父の北条時政にこれを報告し、時政はすぐに行動を開始します。その日のうちに比企能員を家へと招待するんです。ついさっき計画したことがもうバレているとは思わず、比企能員は北条時政の家へと行くんですが、そこで囲まれて暗殺されます。時政はさらに大軍を率いて一幡含む頼家派を皆殺しにしてしまうんでした。こうして比企氏は滅亡します。さて、一人残された頼家ですが、奇跡的に病気が回復し、比企氏が北条氏によって滅亡したと聞いて激怒。しかし、比企氏のいない頼家には十分な力は残っていませんでした。ついに将軍職から降ろされてしまい、伊豆の修善寺へと幽閉されてしまうんです。修善寺へと幽閉された後に頼家は、入浴中を暗殺者に襲われて死亡したと伝わっており、99% 北条氏の仕業だと言えると思います。こうして源頼家は23歳でこの世を去り、源実朝が鎌倉幕府3代将軍となるんでした。さて、いかがだったでしょうか。今回お話ししたエピソードの大部分は、鎌倉時代の歴史書として有名な吾妻鏡によるものですが、途中で言った通り、吾妻鏡は資料としての信頼性が低いと考えられています。記憶に残すためには便利なので紹介しましたが、資料の話が正しいと信じすぎないことも大切だと思います。さて、次の動画では、源実朝についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。